マーティンさんの、プレゼンは主に優生児が、リサーチエバリエーションに役立つか有効かどうかという話だったんですが、今日のお話は2つともですね、今後の、リサーチエバリエーションにとっては、すごく大きな2つの、潮流であると言ってもいいかもしれません。一方で UK を中心として今話がありましたように、ダウンロード数、論文のダウンロード数をリサーチエバリエーションに使おうではないかというプロジェクトが動いているということと、もう一方で、やはりトムソンが作っていらっしゃいますウェブ・オブ・サイエンスのデータを、さらに、新しく、いろいろ使ってというんでしょうか、いろいろなプロジェクトというのが起きています。この後のお話があります根岸先生も、ウェブ・オブ・サイエンスのデータを使っての話になりますが、これから話していただきます、ミスター・ジェビン・ウェストさんの話は、ワシントン大学を中心に行われている大変新しくて、また非常になんというか、攻めに入っているというんでしょうか、果敢なプロジェクトと言っていいと思います。皆さんのジャーナルがもしウェブ・オブ・サイエンスに入っていれば、後で出てくるウェブサイトにジャーナルを入れるといろいろな数値が出てきます。その意味することというのを少し一緒に勉強できればいいかなと思います。それで最初のですね12枚ぐらいが、ただ彼らのアイデアを述べているところですので、そこまでは、トランスレーションしませんので、そのままお聞きください。すみません。Yes. First, I want to thank Yuko for inviting me to come talk to you about the Eigenfactor project. And I also want to thank Andrew here for interpreting what I'm going to say. My slides are a little more complicated than normal, but hopefully you'll get the main message at the end. まずはこちら永井様にモデレーターをしていただきまして感謝を述べたいと思います。そしてこれから私が取り組んでいるアイゲンファクタープロジェクトについていろいろ説明をさせていただきたいと思います。私のプレゼンなんですけれども構成がですねちょっと複雑なスライド構成となっていますが、ポイントを一つ一つこういう形で述べさせていただきたいと思います。So before I begin, I just want to mention a couple of things. My background is in mathematical biology, and the tools that we use to develop models in biology in our lab translate very easily to this field of bibliometrics that I'm going to talk about today. まず簡単にですね、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。まず私の、専門はですね、数理生物学でありまして、そして生物学の分野ではいろいろなツールを使っているんですけども、そのツールはビビリオメトリックスに応用できるものが多いというのをまず述べさせていただきます。So I'm going to talk about two things today. The first will be a little bit of history of assessment, journal assessment, and then I'll talk about how Eigenfactor is our next step of this journal evaluation and how we use mapping and tools from network science that we've applied to this field. まずは2点お話をさせてください。1つ目はですね、このジャーナルの評価についての歴史といいますか、そういうところをまずお話しさせていただきたいと思います。次にこのアイゲンファクターというプロジェクトについてお話をさせていただきます。このアイゲンファクターというものはですね、ジャーナルを評価するための第2のステップというふうにお考えください。そしてその中で我々どのようにマッピングという分析用法を使っているのか、そしてネットワーク科学というものを使っているのかを説明したいと思います。Okay, so my story, the story of assessment, begins in 1927 at a small college in Southern California called Pomona College. 私のやっている評価についてですね、まずストーリー、物語上にちょっと説明をさせていただきたいと思います。
この評価というものができたのは1927年、小さな大学でありまして、それはパモーナ大学というところで生まれました。Librarians at this college were faced with a problem that librarians face across the world right now, and much more so as the literature continues to expand, and that is they don't have enough money. そしてこの大学ではですね、図書館員はいろいろな問題に取り組んでおりまして、それは世界共通の問題なんですけども、それとは文献の数が増えるにつれ、それをどのように管理していくかですので、もちろんそういう問題を解決していくためにはコストがかかるわけなんですけども、そういうコストがないという問題がまずあります。So, not having enough money forces the following questions. What journals do I buy as a librarian? でそういう予算がないというふうな問題がありますとですね、その図書館員の方もですね、どういう雑誌ジャーナルを購入しなければいけないのかを判断しなければいけません。そしてどのようなものを購入しなければいけないのかで迷うわけです。So, in the year 1927, two chemists at this same college came up with a novel technique at the time. And that novel technique was to count citations. そして1927年にですね、科学者が2人この大学におりまして、画期的な技術を考えつきました。それとは引用数を勘定することです。数えること。So today we see that as trivial, that counting citations is not necessarily the best way to decide for journals. So let's fast forward to the next version of assessment, and that's in 1955. そしてそういうものを数えるというものはですね、現在においては、特に大した考えでもないんですけども、大したアイデアでもないんですけども、そして必ずしもいいアイデアとは言えませんが、それはそれとしてですね、とにかく次に1955年に何が起こったかをお話しさせていただきます。So in 1955, a gentleman by the name of Eugene Garfield, which has probably been mentioned in previous presentations, came up with the impact factor. And the impact factor at the time, again, was another nice step, another nice approximation, a good way for trying to decide which journals to buy. そしてですね、1955年に、ユージン・ガーフィールドという方がですね、そしてその方の名前は以前のプレゼンの中でもお聞きになっているかもしれませんが、このインパクトファクターというものを考えつきました。そしてこれは、とてもいい手法でありまして、いろいろなものを推定するために、用いられる算定式であります。でそれを使って、いろいろなジャーナルを、検討してどれを買うべきか、の判断ができるわけです。So let's go ahead and fast forward to 2008. In 2008, impact factor drives several things. そして、1955年から2008年に移りたいと思いますけども、2008年においてはインパクトファクターというものはですね、いろいろなものを、誘導しているわけです。It drives hiring decisions, library subscriptions, promotion and tenure, ad placement, research funding for those that understand the research assessment exercise in the United Kingdom, and university rankings. そしてこのインパクトファクターというものは現在2008年においてはどういうものをの中で使われているかといいますと、まずは、人の採用ですね、に関して使われています。またどのようなジャーナルを購入すべきかについても検討されていますし、どういう教授などを採用すべきか、どの人を助教授ではなく普通の教授にすべきかの判断にも用いられますし、そして、研究開発費ですね、も
の中でも使われるファクターの一つでありまして、そしてまた大学のランキングにも使われる要因となっています。So as a result, for good or for bad, scientists obsess, editors scheme, publishers negotiate, journals pander, administrators nag, everyone suffers. そしてですね、結果、科学者はこういう、インパクトファクターなどに熱中しまして、編集者はいろいろな企画をこれをベースにやりまして、出版社もいろいろな交渉をこれをベースにやりますし、ジャーナルはいろんな形で、仲介してきますし、管理者はいろいろな形で、これについて文句を言うところも出てきますし、そして、人々はですね、いろいろな害を、こういうことが行われている結果、受けるわけです。So impact factor was originally, by Eugene Garfield, was supposed to serve scientists. そしてこのインパクトファクターなんですけども、もともとは科学者のためにあるものだったんですね。Unfortunately, and I don't know if this translates into Japanese, but the tail is wagging the dog instead of the other way around, and scientists end up serving impact factor. そして、最終的にはですね、その逆で、その科学者に対して、科学者がですね、そのインパクトファクターに対して何か役立つことをしていて、その逆が起こっていないわけなんですね。So there's been several articles written recently, for the last 10 years, about how this number is devouring science. So the question is, what do we do? そしてここ10年ほどの間にですね、最近のことなんですけども、このインパクトファクターという数字がいろいろな形で科学を破壊しているというふうに言われていますので、そうなると我々何をすべきであるのかということを考えなければいけません。So the question that I'm offering to you, and really the question that drives a lot of the research that we're doing, how can we better evaluate the scholarly literature? Or put another way, can we better evaluate the scholarly literature? そして私が会場の皆様にお聞きしたいことはですね、リサーチ、研究をですね、これからどんどん皆様にしていくためには何をしなければいけないかです、我々として。そして、学術論文をですね、よりよく評価するには我々は何をしなければいけないのか、よりよく評価するということは我々にはできるのかを考えなければなりません。So there is a better way to evaluate it, and this is, Eigenfactor isn't better, impact factor isn't better. The best way, of course, is to read it, but who has time for that? そしてもちろんそういう学術論文をですね、よりよく評価するやり方はあるんですけども、それはアイゲンファクターを用いませんし、インパクトファクターも用いません。そのやり方というのはですね、その学術論文を読むことなんですけども、誰もそんな時間はありません。So one of my main points is this: there is a legitimate need for a quantitative measure. We see that both in restrictions in time and in budgets, but also in the overuse of impact factor. ですので我々はですね、定量的な、手法を、しっかりとした定量的な手法を見つけなければなりません。そういうニーズがあるわけです。しかし、いろいろな時間的制約、予算的制約などがありまして、それはなかなかできていません。So we want to be able to ask questions like, what's the value, the full value of science? How often do biologists cite economic papers? ですので我々は次にですね、何を考えなければいけないかというと、その科学の全体的な価値ですね、を考えなければいけません。どのようにすればその全体的な価値というのが分かるのかを考えなければなりません。 Which publishers' bundles provide the best value? That's an issue that's become at the forefront of librarians' decisions in choosing which journals to buy. そして今現在図書館員が
取り組んでいる大きな課題はですね、どのジャーナルの、セットといいますか、を購入しなければいけないのか、どれとどれとどれをいわゆるセットとして購入しなければいけないのか、それが今図書館員が取り組んでいる難しい課題の一つです。So, a good metric, when we sat down and started thinking about ways that we could create a better metric, we set a set of criteria, and I'm going to go through that criteria right now. そして何がいいメトリック、算定方法であるかを考える中でですね、基準というものが出来上がります。それを次に話します。So a good metric would be freely available. We feel very strongly in this. We feel that a new bibliometric measure is only as good as it's open and can be replicated. そしてまずはですね、そういうどこでもアクセスが可能なことそれが基準の一つです。そしてこれは大きなポイントの一つであります。そして新しいビビリオメトリックスはですね、オープンな形を捉えなければいけません。そしてまた複製可能でなければいけません。The metric would also integrate many of the databases that exist today that didn't exist yesterday. そしていいメトリックスというものはですね、昨日は存在しなかったデータベースが今日は存在するという状況もあるわけなんですけども、それらすべてのデータベースをうまく統合していなければいけません。It would be valid across fields. This is one of the weaknesses of impact factor, is it's not valid across fields. There are different citation cultures that exist. For example, in mathematics, the typical number of citations in a page is less than 20, whereas in biochemistry, the typical paper cites 60 citations. そして次にですね、どの分野においても、使用可能なものでなければいけません。そしてアイゲンファクターはこういう点において優れていないわけであります。そして今現在分野によってですね、その引用のいわゆる文化というものも異なるわけでありまして、例えば数学の分野においてはですね、引用数が20件かそれ以内、しかし一方で生物科学バイオケミストリーの方ではですね、引用が平均的に60件かそれ以上あります。見受けられます。And also difficult to cheat. そしてまたこのやり方、今探ろうとしているやり方なんですけども、ごまかしが効かないやり方でなければいけません。And the last thing is we want the measure to be maximally informative, using the most current algorithms and methods from information theory and network science. そしてですね、これらが提供する情報は最大限の情報でなければなりません。つまり今現在存在するアルゴリズムを取り組んで、いろいろな情報収集をやっていなければいけませんし、そして、このようなスライドにあるようなものが入っていなければなりません。So we think that Eigenfactor is starting to make steps towards those sorts of criteria, and I'll go into that right now. そして今現在アイゲンファクターというものはこれら全てをできるようになってきているというふうに思うわけなんですけども、それについてもう少し次に話します。And I must mention that everything in Eigenfactor and almost everything that I talk about today is freely available on the site. All our algorithms and all the tools that we've developed are open to the public and to anyone that wants to use them. そして今日話す内容のものはですね、すべてサイト上、ホームページ上でアクセス可能です。今日話すアルゴリズムのすべて、我々がこれまでに開発したツール、すべて誰でもアクセスできるようになっています。So this slide explains one of the major differences between the impact factor and the eigenfactor. For the last almost century, this is what we've been doing. We've been counting citations, but so this is essentially impact factor. It's counting citations and it accounts for the citations coming in. そしてここではですね、アイゲンファクターとインパクトファクターの大きな違いを見ているわけなんですけども、そしてこれまでに、こういう情報を知りたい場合には引用の数ですねを数えていたわけなんです。So this is what Eigenfactor does. It takes into account the entire network and it looks at the structure of network. It takes into account
indirect effects. そしてアイゲンファクターはこういうことをやるわけです。つまり全てのネットワークを見ましてですね、そして、その構造を見ましてですね、そして、間接的な影響はどこから来ているのかなども見るわけです。So here's another way of looking at it. Impact factor measures it just looks at the arrows coming in. It doesn't account for where those arrows are coming from. And that actually is ignoring a lot of important information that's in the network. So the Eigenfactor actually takes into account the entire network, whereas impact factor only looks at small sections of the network. そしてこれを見ても分かるようにですね、インパクトファクターはですね、どこから情報が入ってくることは入ってくるんですけども、それを見ているわけなんですが、それがどこから入ってくるかは見ていないわけなんですね。一方でアイゲンファクターの方はそういう情報が入ってきたらそれはどこから入ってきているかを見るわけで、ネットワーク全体の構造を検討するわけです。So the engine behind the Eigenfactor algorithm is a concept called Eigenvector Centrality, and it was introduced by a gentleman by the name of Bonasich in 1972. そしてこのアルゴリズムの背景にあるのはですね、このエンジンなんですけども、それが基盤、そのアルゴリズムのベースにありまして、それをアイゲンベクトルのセントラリティ、重要性というんでしょうか、そういうふうに呼ばれておりまして、これは1972年にボナシッチ氏により開発されたものです。So I'm going to skip the next two slides and not go into detail on what Bonasich was trying to do, but I'll give an example of an application of Eigenvector Centrality, and that's Google's algorithm, PageRank algorithm. で細かいところはちょっと飛ばしましてですね、Google の例をここで説明したいと思います。つまりGoogle はどのような形でページのランキングをやっているのかを説明させていただきます。So that's where Eigenfactor and the PageRank algorithm is very similar. But instead of ranking websites, Eigenfactor ranks journals, and instead of using hyperlinks from the web, it uses citations from journals. そしてアイゲンファクターはですね、Google みたいにページのランキングのアルゴリズムを持っているわけではありませんけども、Google がサイトのランキングをするようにアイゲンベクターはジャーナルのランキングをするわけなんですね。そして Google にはハイパーリンクがあるように、アイゲンベクターの方には引用その数を調べるわけなんですね。So I'm going to give an example of what Eigenfactor represents when you see this number, Eigenfactor. There are lots of different ways of explaining it, but I'll start with this one. でアイゲンファクターというものは何を表しているのかをこれから説明します。これが一つ目の例になります。Okay, so pretend that you can go to the library and you randomly select some journal. When you get to that journal, you randomly select some citation and follow that to the next journal. 例えば図書館に行ったとします。そこで、ランダムにですね、2作品ですね、ジャーナルを1つ選んだとします。そしてそのジャーナルの中でですね、また、ランダムに、ある引用例を選んだとします。そして次に、それを使ってあるジャーナルへ、行ったとします。So you continue this process over and over and over. You do it for infinity. And you can actually model this process mathematically, and that's essentially what we're doing with Eigenfactor. そして、このプロセスをですね、何度も繰り返すわけです。無限大まで。そして、これはモデル化できるプロセスでありまして、数学的にモデル化できるものであります。で、そういうモデルをアイゲンファクターというものは作るわけです。After this infinite walk, this is the question that you ask. Where does our researcher spend his or her time in the long run? そしてこういうプロセスを無限に繰り返していくわけなんですけども、そこで自分に聞かなければいけないことはですね、リサーチャーは
長期的にはどこに一番時間を費やしたいと考えているかです。So by doing this, Eigenfactor measures total value. Librarians are typically interested in this particular value because they want to find out how long their researchers are spending at a particular journals if you were to allow a researcher just to randomly walk around the library. The idea is that Eigenfactor measures total value. そして、アイゲンファクターというのはですね、全体の価値というものを計算するわけです。そしてそういうものを図書館員は、普通、関心を持っている、それに対して関心を持っておるわけで、つまり図書館に働く人たちはですね、そのリサーチャー、研究員とかですね、大体どのくらいの時間を、どのジャーナルにかけているのかを、知りたいわけです。ですので、こういう形で、それが算定できるというふうに考えます。So we have another measure in addition to article Eigenfactor because researchers would be interested in how much value a particular journal has per paper. So we essentially take article influence and we divide it by the number of articles, which gives us another measure. This particular measure is more comparable to impact factor. そして、リサーチャー、研究員の方はですね、各、論文一つあたりはどのくらいの価値を持っているかに関心を持っているわけでありまして、つまり論文一つがですね、どのくらいの影響を一つ一つ持っているのかを考えたいわけです。ですので、その論文が持つ影響というものをですね、この数式で表しています。つまり、論文、アイゲンファクターを論文の数で割る。So this particular slide isn't in your packet, but I just wanted to show you that you actually will see a difference in some fields with article influence and impact factor, especially for fields like mathematics. They have a higher article influence for the same impact factor, whereas fields like medicine are evaluated about the same. The R-squared, the correlation is very high. But with fields like mathematics and economics, the correlation is much lower, and the values are different between the two measures, impact factor and article influence. そして今見ているスライドはですね、そちらに配布しているものの中には入っていないんですけれども、これを見てですね、スライドの通りなんですが、インパクトファクターはどういうような影響を持っていて、それが数学の分野ではどういうふうになっているのか、そして医学の分野ではどういうふうなグラフになるのかを表しているわけです。So here's a few characteristics of the Eigenfactor metrics. Citations from good journals are worth more. で、アイゲンファクターの手法なんですけれども、それの特徴についてこれから話したいと思いますけれども、まずいいジャーナルからの引用ですね、それは価値がより大きいというふうに考えます。This is very similar to how Google again ranks web pages. そしてこれは Google がウェブページのランキングをするやり方に似ています。Citations from non-review journals are worth more. そして、レビューがあまりされていないジャーナルからの引用は価値が大きいというふうに考えます。Citations from frugal fields like mathematics and economics that typically get a lower impact factor are worth more with this particular measure. そしてこのような測定方法を使うとですね、数学や経済学のような引用が少ない分野からの引用は価値が高いというふうに考えます。しかしこの場合インパクトファクターは低くなります。Also with this measure, you can evaluate journals that typically don't get evaluated. We call this the gray literature. So there are well over 100,000 different scholarly publications that don't typically get ranked, but can now be ranked with Eigenfactor. そしてですね、普通評価対象とならないジャーナルもこのアイゲンファクターを使って測定することが可能になります。それを英語ではグレイリテラチャーというふうに呼んでいますけれども、そしてそういう文献はですね、学術雑誌は10万
件以上あるわけなんですけども、そういうものは以前はランキングできなかったんですが、アイゲンファクターを使うとランキングできるようになります。Another attribute of this particular measure is that Eigenfactor is additive, and I'll explain why that's actually a really important characteristic of one of these measures of value. そして、もう一つアイゲンファクターの大切な点はですね、アイゲンファクターは相加的であるということなんです。ですので、いろいろな価値をですね、測定する中で、重要な要因の一つとこれがなります。So one of the beauties of this measure is you can actually just add up for each journal its eigenfactor, and you'll get an approximation of its value in all of science. つまり、各ジャーナルのですね、アイゲンファクターというものを、足していくと、積み重ねていくとですね、その分野におけるそういうジャーナルの価値というものが、推定できるわけです。So what you're looking at here is all of science. For all the journals in the JCR, that's all of science. So each square is a particular journal, and I don't have my computer, I could show you, it animates. But down here you'll see, for example, the field of economics. Right up here, as you would expect, this is the journal Nature, this is the journal Science. I'll show you an animation if I have time. でこれは動画があるんですけども、それを今ちょっと見せることはできないんですが、とにかくこういう手法を用いてですね、科学全体の価値というものを、そのジャーナルの価値というものは見ることができます。そしてこの図の中ではですね、四角いものがありますけれども、それは一つ一つジャーナルを一件一件表しているわけであります。And the other powerful thing, because it's additive, you can do what's called cost effectiveness. This has become very popular among librarians in North America. They're interested in not only the value based on citations, but also the value based on cost. So essentially what we do is take Eigenfactor and divide by the cost. And I'll show you on the web in just a second what I mean. そして、これは相加的であるがためにですね、図書館員、特に北米の図書館員は、引用をベースに引用件数などをベースに、価値というものを、算定することができまして、また同じくコストも算定することができるわけです。そしてアイゲンファクターをコストで割ると何が出てくるかは次には説明します。So here's the website. I'm going to just go through a couple of examples. If there are any particular fields that you want to look at, just yell up here. I'll start with one particular field. You can search by particular fields, and if you search by those fields, what you'll see, I'll show you in just a second. でここでホームページを見てるわけなんですけども、ここでいくつか例をお見せしたいと思いますが、ここではちょっと分野を選びましてですね、検索をかけています。So you can actually click on an individual journal, and what you'll find is all sorts of other information. You can look at trends in the data. You can look at pricing information, its profit status, which group it's in, and its percentile in all of science for the metrics that we have. そしてですね、これはあるジャーナルを見ているわけなんですけども、その中で、いろいろな情報が見れるわけです。データのトレンド、そしてそのジャーナルが、利益を生んでいるのか、そして、科学、全般において、どういう位置づけになっているのかなどが分かるわけです。You can search by either article influence or Eigenfactor. そして、検索の書き方なんですけども、アイゲンファクターで検索をかけることもできるし、その論文が持つ影響、アーティカルインフルエンスというもので検索をかけることもできます。So as you see, there are two different measures based on what kind of questions you want to ask as far as value for a journal. You'll search by either Eigenfactor or article influence. There are two different measures. そしてつまり検索の書き方は2通りあるということです。アイゲンファクターで検索をかけるやり方もあればこの
AI アーティクルインフルエンスで検索をかけることができまして、これは完全に異なる2つの手法でありまして、それを用いてジャーナルの価値というものを知りたければ知ることができるわけです。So what I'm going to show you now is the cost effectiveness. And I'm only going to be showing you a couple tools that we have. There's a lot more tools. But first I'm going to show you cost effectiveness and what that means. まずはコスト効率のところをお見せしたいと思うんですけども、ここでは2つほどツールをお見せしたいと思いますが、2つ以外にもたくさんこういうツールはあります。So what you'll see with article or cost effectiveness is if you scroll down, what you'll notice is that the purple box represents the total eigenfactor that that particular journal will give a library collection. The green is the money that it would cost to have that journal. And it's cumulative as I roll down this list. そしてこのコスト効率に関してなんですけども、このスクロールバーをどんどん下ろしていきますとですね、まず紫の部分が見えます。それはアイゲンファクターの全体の価値でありまして、どのくらいの価値を全体でこの横にあるジャーナルがその図書館に対して及ぼすことができるか。そしてこの緑の方なんですけども、これはそういうジャーナルをですね、購入するためのコストはいくらになるか。そしてこれをスクロールしていけばいくほどですね、これは全部足されていっていることがわかるかなと思います。So if the library had $1.2 million to invest, this gives them an idea. This will give them the best value because Eigenfactor, if you rank or you order them by their Eigenfactor, you're going to get the most value going straight up from here. So this is a tool that librarians are using and it's becoming very popular. ですので、例えば120万ドル、ある図書館で、ジャーナルの購入に、予算として、あったとします。そして、それ、つまり予算のからベストな予算のベストな投資方はどのような投資方であるかをこれを見て、理解することができます。そしてこれを見ると分かるように、これはまずアイゲンファクターで、ランキングされています。そしてこういう、ランキングなどですね、ができるツールを今図書館員は使っておりまして、これはどんどん人気を博しているものであります。Okay, so now I'm going to show you another tool that we found really useful. What you're going to see is, just a second. これはもう一つのツールでありまして、これも有用であるというふうに考えています。The screen's not showing the whole thing, so I'll explain it here. So on the y-axis, you have article influence, and on the x-axis, you have total articles, but you can change those, and I'll show you right now. まず画面全体にこの図が収まりきれていれませんが、とにかくY 軸にはですね、このアーティクルインフルエンスというものが付けられていまして、X 軸は、論文のトータルですね、論文の数のトータルが付けられているわけでありますけども、とにかくこの軸の、変えようと思えば変えられます。So we have this on the website for every field that we have in our database. And this one is a particularly interesting one. I don't know if the publishers here will like this particular story. It surprised me because I didn't think that it would be like this. But the colors here, I'm showing you 3 journals and their top journals. So Cell Press, Nature Publishing Group, and NPG. And they're colored appropriately. The size of the circle is the Eigenfactor.
でここではですね、この、ウェブサイトで、これ、見れるものなんですけども、そしてこういうものが、こういう、図ですね、が各分野ごとに作られていまして、これから見せる情報はですね、出版社の方々は気にならない情報になるかもしれませんけども、私はとにかくこれを見て、ちょっと驚きましたというのも、まずは、Could you go to scroll up? この右上にですね、出版、社というふうに書かれています。セルプレス、ネイチャーパブリッシンググループと NPG なんですけども、そしてこの丸が、いろいろな大きさがありますけども、大きさはそのアイゲンファクターの数値を表しています。So what I'm doing right now is scrolling over the journal names, and then I'm going to play this over time. This is the last 10 years, what's happened to these major publishers. You can scroll over any of these names, and then I'll play it right now. What do you mean play? Oh, sorry, I'll show you. とにかくここにはいろいろなこの一つ一つの点がですね、ジャーナルの名前なんですけども、そしてここ過去10年でどのような推移をたどっているかをこれを見て分かることができるわけです。そしてここには大手の出版会社もいれば大手でないところもあります。So this is what's happening over the last 10 years, and you'll notice something here. でここ10年の推移をアニメ、動画でお見せしています。So I'll play this again. I think most of you saw what happened. But let's do it again. もう一度再生します。So you can put a tracking ball on some of these, and you can watch what happens. I think this story tells you that, unfortunately or fortunately, branding matters. でこういう形にクリックしてですね、トラッキング、追跡することもできるわけなんですけれども、また、この出版会社なんですが、ブランドが、確立されている出版会社はの影響はブランドが確立されていない出版会社の影響と異なるのが、残念ながら見受けられます。So as you can see, these particular journals started taking over the field that was owned by Cell Press and some of these other publishers, and they're not increasing in total articles, they're just increasing in value. Typically, a journal will increase their total articles to increase their value, but it turns out that if a journal is increasing its value without increasing its articles, it's doing really well. ですので、ここで、見られるのはですね、この小さい点の方なんですけども、が小さな出版社なんですが、その価値がどんどん上がっていっていることが分かります、大手に比べて。So you can go to the website and you can look up any field that you're interested in. So any field here, we have these you can play over time. You can also eventually be able to put in any journals that you want to look at how your journal is changing over time against your colleagues or your competitors or however you want to say it. そしてこういう図はですね、各分野ごとに作られていまして、どのジャーナルもこういうことをやって追跡することが、推移を追跡することができるわけです。ですので、あなたの、ジャーナルですね、あなたの会社のジャーナルも他の、競合などに比べてですね、どのくらいの推移をたどっているのかを見ることが可能です。Okay, I'm going to show you, we're getting kind of a little short for time, so I'm not going to be able to show you all the tools, but I'm going to show you one other quick thing that we call mapping of science, which I'm really excited about with our group, and that's what I'm going to go to right now briefly. そして全てのツールを本日お見せすることは残念ながらできませんけども、次にマッピング、科学のマッピングというものをお見せしたいと思います。これは私のグループが今取り組んでいるトピックです。最新のトピックです。Okay, so the main point, I'm going to skip a few slides, but the main point is this. We're interested in using the tools from network science to map what's happening to science over the last 100 years. そして細かく説明することはできませんけども、これがやっていることはですね、過去100年間において、どのような推移がいろいろなところで見られるのかをネットワーク科学のツールを使って分析します。
So I'm skipping over, this is an example of a network, but I'm not going to talk about this. This is the type of network as a biologist that we've gotten for the last 10 years. It doesn't do us very much good. It shows that someone's done a lot of work, but this is the sort of messy data that we're getting inundated by in biology, and it's the same thing for the bibliometric literature, or the bibliometric field. そしてこれ過去10年間のデータを今眺めているわけなんですけれども、こういうデータはあまり有用ではありません。もうごちゃごちゃしていてよく理解できないデータとなっています。そしてこういうデータはよく生物学の分野では見受けられるんですけども、そして同じようなデータがですね、ビビリオメトリックスの分野でも見受けられています。So the idea is to take what we consider a picture and turn the picture into a map. Let me give you an example. ですのでここで、やろうとしていることはですね、ある、いわゆる、写真を撮ってですね、それをどのようにマッピングするかです。So we want to simplify and highlight. I don't have that slide, but you have it in your packet. The first picture is a picture of Boston, a Google picture of Boston. This is something that we consider a picture. This isn't really a map. If you have the task of getting from the Boston airport to Harvard University, let's say, this isn't a tool, this isn't a map, this is a picture. There's too much detail. まずこちらなんですけれども、そちらのパケットの中には入っているかと思いますけれども、そのパケットの中にですね、スライドの中にはボストンの写真があるかと思います。それは、ボストンの、例えば空港からハーバード大学に行くには、どういうふうに、おそらく行けばいいのかが分かるわけなんですけども、これはマップではなく写真です。So instead what you would want is something that's a tool, something that's where we compress the information, and that's the next picture, which is a picture of the subway map. でこういう地図は役に立たないので、我々が欲しいとしているのはツールです。そして、ツールというのはその右手に見えるような凝縮された図でありまして、これは地下鉄の図です。So that's essentially what we're doing. We're trying to create maps instead of pictures, and we've done the same sort of thing with the citation network. ですので、我々はここでですね、写真ではなくマップを作ろうとしているわけです。そして、この引用のネットワーク、サイテーションのネットワークでも同じようなことをしようとしています。So after we apply, I'm not going to go into detail of this, but we use an algorithm from information theory, and this is one of the first maps that we created. This is a map of science. そして、これをするにはですね、情報理論学からアルゴリズムを持ってくるわけです。そしてこれを使って作ったサイテーションネットワークというものの第1号がこれになります。Using a sophisticated algorithm, this map represents, the circles represent the amount of time that a researcher would spend in all of science in molecular biology if they were randomly walking around the literature. そしてそれを使ってですね、ここで見ているような複雑な精密なアルゴリズムを作り上げるわけです。そしてここで見ている大きな丸はですね、科学という分野の中でリサーチャーがどのくらいの時間を、例えばこの場合は微生物学なんですけどもにかけているかを見ているわけです。The edges here represent the amount of flow of citations going from, let's say, general medicine to molecular biology. でここで今指した部分なんですけれどもはどのくらいの情報がですね、つまり引用件数がですね、ジェネラルメディシンというところからこのモレキュラーバイオロジーというところまで、流れているかを見ているわけです。The boundary on the circles represent the amount of flow going out of that particular field. Most of the time, citations stay within the field, but sometimes you have flow that goes outside of the field as well. そしてこの丸の内枠なんですけども、それはその分野からどのくらいの引用件数が流出しているかを表しています。
そしてほとんどの引用件数というものはですね、その分野の中に、収まっていて、流出、外へ出ていくことはないんですけども、時には出ていくことがありますので、そのためにこれは、見せているわけです。So there are a lot of maps being made right now with the citation data. But what's different about this one, and one of our main goals, is to use this map as a tool. And now I'm going to show you a little bit how you can use this map as a tool for evaluation and also as a way of looking at what's happening at science over time. そして引用データというものは、いろいろな形でこういうマップを作るために使われているわけなんですけども、そして、刑事的にはどのようなことが起こっているのかを見るためにもこういうデータやこういうツールは使われています。So you can zoom into particular fields. This is the social sciences, and as you zoom in, more detail pops out. でこれは社会学なんですけども、これはですね、ズームインすればするほどより詳しい情報が見れるわけです。You can zoom into particular fields like molecular biology and general medicine, and again, you have more detail. You'll notice a lot of the applied sciences pop out. そしてまたこれもですね、ズームインすれば微生物学にはどのような細かい情報があって、それが何であるかを見ることができるわけです。そして右手もまた同じです。You can do things like this. For example, this is the map of science again, and the yellow represents the amount of journals that are represented by the online repository JSTOR. For those familiar with JSTOR, the yellow represents the journals that they hold within the all of science. So you can do things like look at what your coverage is as a publisher or as an archive. そしてこの科学のサイエンス全体の地図を今ここでマップを見ているわけなんですけども、そしてこの黄色の部分ですねはJSTOR と言われると思いますけれども、そのオンラインリポジトリにより、出されているジャーナルの数を表しているわけであります。そしてこれを見ることによって出版社はですね、どのようなそのジャーナルはどこまで行き渡っているかなどが見ることができるわけで、これはアーカイビングするツールの一つとしても使えます。Okay, this is the last thing I'm going to show you. You can actually navigate on the website through this map. And eventually we want to be able to go down to the individual article. But right here you're looking at, you can actually navigate through science, and I'll show you as it's being explained. そしてこれは何を表しているかというと、ウェブ上でどのようにナビするかを表しているわけなんですけども、そしてナビする中で最終的には一つ一つの論文を見ていきたいわけなんですけども、もう少し詳しく次に説明します。So in this one, just as in the map, the arrows represent flow, and you notice some fields, like let's say ecology and evolution, typically only cite analytical chemistry and not vice versa. そしてこの一つ一つの矢印はですね、その情報の流れというものを表しているわけでありまして、まずこの生態学と進化論学なんですけども、これは見ての通り、この一番上のアナリティックケミストリーの方には流れていっているけども、そっちから下の方に情報が流れてきていないのが見てわかります。So there's lots of interesting questions to probe here, but you can also notice that the journals in each one of these fields, the top journals in the field are listed, and you can click on those journals and get all sorts of information about them. そして、いろいろな関心をおそらく持たれるというところをこれをもって見ていくことができるわけなんですけども、でジャーナルもトップランキングをこれを使って見ることができるわけで、とにかくいろいろな情報をこれで見ることができるわけです。So you can add and take away detail in this map just like you could with a regular map. そしてこれはもう普通のマップと同様にどの詳しい部分を見たいか、どの詳しい部分は隠したいか、できるんですね。So to summarize, the main idea behind the Eigenfactor project is that
the tools that we've been developing in network science and biology can be applied the same way to the data sets that were offered that are now available to us. とにかくこのアイゲンファクターというプロジェクトのメインのアイデアはですね、我々がこれまでに開発してきたツール、ネットワークサイエンスのために、そして、生物学のために開発してきたツールはですね、このようなデータを収集するためにも使えるということです。There's a wealth of information in these data sets, and we see the development, our challenge is to develop tools, algorithmic tools, visual tools to pull those stories out for librarians, publishers, editors, researchers, anyone involved in the scholarly enterprise. そして、これを使うことによってですね、データセットからいろいろな情報が豊富な情報が得ることができるわけなんです。そして我々はこういうツールを今後も開発していきます。こういうビジュアルなツール、こういうアルゴリズムのツールですね。そしてそういうものを開発していく中で、図書館員、出版社、編集者、研究員などに有用な情報をこれからも作っていきたいというふうに思っています。And one of the main goals of the Eigenfactor project is to eventually use these tools to develop better ways to search through the literature for a researcher. For example, as a researcher myself, it's very easy to obtain papers. In fact, I can get 10,000 papers in a day if I want to. The question is, which papers should I be reading? そしてこのアイゲンファクタープロジェクトの一番大きなゴール、目的はですね、よりベターなツールを開発していくこと、つまりこういう文献の検索などのためにですね、研究員などにとってよりいいツールを開発していくことになります。例えば私も研究員でありますが、論文を、入手することは簡単なんですね。しかしどの論文を読むべきか、そういうところは判断が依然として難しいので、こういうツールを開発しようというふうにしているわけです。So this project's been a lot of fun for me, but it's a lot of fun mainly because of the people I work with. I want to thank my collaborators, Carl Bergstrom, Ted Bergstrom, Ben Althaus, Mort Stefaner, Martin Roswell for all their work in this project as well. We're a small group. We work basically in our free time on this, and we have tons of more ideas. We actually have a bunch of new things coming out in the next few months, actually. Hopefully we'll get everything figured out. But I also want to thank you for your attention. This was a new experience for me to do this with an interpreter, and I thank Andrew very much for doing an amazing job on a hard conceptual talk. So. そしてこれで私のプレゼンは以上となりますが、とにかくいろいろな作業をプロジェクトに取り組んでいるわけです。そして私が所属するこのグループは小さなグループでありまして、時間があればこういうプロジェクトに時間を割いていろいろ研究しているわけなんですけども、とにかくいろいろな新しいものもこれから出てきます。2、3ヶ月内に出てくるものもあります。とにかく皆さんには本日は大変ご清聴いただきまして感謝を述べたいと思います。Thank you for presentation, Jevin. So